あなたは忘れたいほど怖い体験をしたことがありますか？うわー2009年、アメリカのテキサス州、穏やかな街で突如、男性の叫び声が響き渡りました。真っ青な顔で取り乱す男性の名前はエディ・レイ・ルース。姉の結婚式に参列し、姉と楽しく談笑していた数秒後、ルースは突然取り乱し始めたんです。何が起きたのかわからず、参列者は戸惑いの声を上げています。さらにルースは落ち着くどころか、地面に這いつくばってしまいました。ルース、どうしたの？お酒を飲みすぎちゃった？朝からずっとアルコールを摂取していたルース。ルースの気候に戸惑いながらも姉が声をかけると、ルースは真剣な顔で周りに叫びました。伏せて！姉さんもみんなも早く伏せて！そうじゃないと撃ち殺される。伝説の狙撃手アメリカンスナイパーを射殺した青年ルース。ルースを強行に走らせた感情は恐怖だったんです。そしてその恐怖を作り出したものは国家規模の闇だったんです。おさす、人の人生じゃなくて自分の人生を生きろ。ケンちゃんです。バキュン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 。キュン。エリコです。本日皆様にご紹介するのは映画アメリカンスナイパーのね題材にもなった犯人エディ・レイ・ルースについてなんです。アメリカンスナイパー私でも知ってるわよ。全米でね、戦争映画史上1位にもね輝いたことがあるね、映画なんですよ。めちゃくちゃ有名じゃない。ルースがやったことは許されないんですけれども、なんで起きたのか紐解いていくとね、ルースに同情の余地はあるんじゃないかなと僕はね思うところもあるんです、部分的には。というわけでね、早速事件を見ていきたいと思います。子供の頃に夢見たもの。ルースは事件当時ドラッグとアルコールを摂取していたことが分かっています。ルースがドラッグやアルコールを始めたのは高校生の時。当時ルースとルースの姉は教育熱心な母親と考えが合わず、実家を離れて叔父の家に住んでいました。高校でのルースはまさに不良少年そのもの。成績が悪くドラッグやアルコールを乱用し、友達に不法占拠された家と言われるような叔父の家で生活していたんです。どんな家？しかも2人の保護者であった叔父もドラッグの依存者。まさに劣悪な環境。そんな不安定な状況が長く続くわけもなく、叔父がドラッグの過剰摂取で亡くなってしまったんです。叔父を失ったルースは考えます。僕も叔父さんのようにこんな日々を送って死んでいくのか。そして思い出したんです。そうだ、僕には夢があったんだ。立ち直ったルースは窮屈な実家には戻りたくなかったのか、そのまま叔父の家で叔母と一緒に暮らし続けました。高校にも通い、2006年に高校を卒業。そしてついに夢を叶えるための第一歩を踏み出したんです。僕、海軍に入隊できたんだ。ルースの夢というのは軍人。実はルースは国を守る軍人になりたいという夢を持っていたんです。きっかけは2001年9月11日。14歳のルースはテレビに釘付けになっていました。逃げ惑う人々、破壊されるツインタワーの映像。そう、ニューヨーク同時多発テロです。恐ろしい映像を見ながらルースの胸の中にはある思いが芽生えるんです。お父さん、僕、軍人になりたい。戦慄の光景を目にしたルースは国を守るため軍人になりたいと願ったんです。高校卒業とともに海軍に入隊したルースは1年の新役プログラムを乗り越え、苦手だった母にもその姿を見せに行ったそうなんです。母さん、僕、海軍で頑張っているんだ。夢を叶えて軍人として努力するルースを見て、母はルースも一人前になったと誇らしく思っていました。そしてルースが次に実家に帰った時には酒とドラッグの依存症になっていたんです。なんでやねん。なんでよ。実はね、ルースはね PTSD になっていたんです。メトラの皆さんだったら聞いたことあると思うんですけど、心的外傷後ストレス障害、いわゆるねトラウマってやつなんですけど、イメージはつくと思うんですけど、詳しく見ていきたいと思います。というわけでメトラキーワード。PTSD とは命の危険にさらされるような強い精神的ショックを受ける出来事が原因で、強い苦痛や生活への影響が出ている状態のことを指します。戦争や天災の際に事故や犯罪、虐待が原因で発症することがあるんです。今回のルースの場合だと戦争ってこと、そうなんですよ。軍事戦闘がね、男性の PTSD をね発症する、一番のきっかけとも言われてるんです。PTSD にはいくつか症状があり、症状は人によって異なるんです。精神的不安定、不眠、物音などに対する過剰反応、トラウマを想起させるものを避ける、フラッシュバックなどの症状が出ることが多く、またこれらの症状が1ヶ月以上続くのが特徴なんです。フラッシュバックってあれでしょ、なんかいきなり辛い記憶が蘇ってくるやつでしょ。そうなんですよ。きっかけがねあったりなかったりして、突然ね当時のトラウマだった時のね鮮明な記憶がね頭の中に浮かんじゃうんですよ。ずっと戦場で人殺してる瞬間が蘇っちゃうってことよね、これね。そうですね。
生死に関わる体験をしたからといって全員が PTSD になるわけではないんです。ですが決して珍しいものではなく、誰にでも起こりうる辛い症状なんです。特にレイプ被害者や戦闘経験者などは発症しやすくなる傾向があります。 PTSD だという自覚もなく苦しみ続けている人や、誰にも相談できずに苦しんでいる人も少なくないんです。日本でも阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件などの後に多くの人が発症したことで知られるようになりました。ルースはその軍人として活躍する中で死にそうになったみたいな経験があったってことなのかしら。実はですね、PTSD になる原因っていうのは自分の命が危険にさらされるっていうことだけじゃないんですよ。実はね、別の原因もあってですね、ルースが PTSD になったね、最初のきっかけ、2007年のね、イラク派遣の時について説明していきたいと思います。2007年、ルースは軍人としてイラクへ派遣されました。当時のイラクはイラク戦争の真っ只中、アメリカからは多くの軍人が現地に送られ、治安は悪化する一方でした。そんなイラクに派遣されたルースが見たものは、暴行を繰り返される捕虜たちの姿。捕虜収容所で過酷な生活を強いられる捕虜たちを見て、ルースは人知れず心を痛めていたんです。ひどい。だけど僕には彼らを助けることができない。自分が思い描いていた自国を守る存在としての軍人と、目の前でイラクの人々にひどい行いをしている現実。理想と現実に苦しむルースをさらに追い詰める事態が起こるんです。それはルースがパトロールをしている時のことでした。一人の子供が銃を持ち発砲しているのを見かけたんです。ルースはひどく動揺しました。しかしそれは命の危険を感じたからではありません。頼む、こっちを向かないでくれ。君がこっちに向かってきたら撃ち殺さないといけないんだ。ルースは名前も知らない子供を殺さなくてはいけないことに深く心を痛めていたんです。ルースはそれからも悩みながら軍の一員として懸命に努力しました。努力してついに2012年6月、海軍から除隊。ルースは海軍を辞めて実家に戻ってきました。テキサスに戻ってきたルースは別人のように変わってしまっていたんです。ドラッグとアルコールに溺れ、頻繁にパニック発作を起こすようになったルース。取り乱すルースを心配した母に、ルースはこう言ったんです。あの子は食べ物を欲しがっていたんだ。でも僕は与えなかったんだよ。あの子というのは、ハイチ地震の時にルースが軍人として派遣された場所で出会った子供。空腹に耐えかねた現地の子供がルースに食べ物を狙ったんですが、タイの規則でその子供に食べ物を分け与えることができなかったんです。そのことをルースはずっと後悔していました。イラク戦争で銃を構えていた子供たち、ハイチで食べ物をせがんできた被災した子供たち、ハイチの浜辺で見たたくさんの乳児の遺体。精神的に衰弱し、小さな物音にも過剰に反応するようになってしまったルースは、医者に PTSD と診断され、2012年に除隊することになったんです。実家に帰ってからもルースが休まることはなく、夜中に起きて母親の安否を確認しに行ったり、一人になることができず、母親の手を握って一晩中泣いて過ごしたことも。あまりに辛そうなルースを見た母は、医者に入院の相談を持ちかけました。それに対する医者の返答は、自宅で安静に。なんで医者は何もしてあげないわけよ、これ。意味わかんない。なぜか分かってないんですけど、医者はね、もう自宅で待機っていうね、PTSD の診断を受けてるのに、治療もね、診療もね、もう入院も何にもできなかったそうなんです。ご家族の苦しんでるルース見るの辛かったわよ、絶対。なのでね、両親はですね、ある人物に助けを請うんです。クリス・カイルという男。ルースの母親は同じテキサス州に PTSD で苦しんでいる元軍人の社会復帰を支援する活動を行っている人物がいることを知り、早速連絡を取りました。その人物がクリス・カイル。カイルは1996年に海軍に入隊し、敵側からは悪魔と呼ばれていたほど史上最強の狙撃手なんです。ルースが派遣されたイラクにも4回にわたり派遣され、イラクの激戦地を転々としてスナイパーとしての腕を振るっていました。その恐ろしいほどの腕前に敵側の中ではカイルに懸賞金がかかっていたほど。そんなカイルも海軍を抜け、民間軍事会社を設立しました。カイルは軍事会社を経営する一方で、執筆活動や講演会も積極的に行い、自身のスナイパーとしての経験を記録したネイビーシールズ最強の狙撃手は、後にアメリカンスナイパーという伝説のヒットをした映画の原作なんです。そんなカイルが何よりも熱心に行っていたのが、PTSD に悩む帰還兵や退役兵の社会復帰に向けた NPO 団体での支援活動。カイルは帰還兵や退役兵の多くが PTSD に悩まされていることを気にしていました。深刻な症状のせいで社会復帰できないで苦しみ続けている退役兵たち。戦闘経験者の過半数が PTSD に苦しんでいること自体が問題ですし、社会がその問題に対し無関心であることにもカイルは悩んでいたんです。だからカイルは空いた時間のほとんどを使ってまで PTSD に苦しむ元軍人の支援活動を行っていました。そんなカイルの話を聞いたルースの母はカイルに必死に頼み込んだんです。ルースの心の傷を癒せるのは同じ経験をしたカイルさんだけなんです。藁にもすがる思いだったのでしょう。医者に見捨てられ、薬とアルコールで感覚を麻痺させて日々を過ごし、急に襲ってくるフラッシュバックに取り乱す。ずっと悪夢の中で怯えているルースは自殺未遂も繰り返していたようなんです。ルースの話を聞いたカイルは快くルースの支援を引き受けてくれました。
近いうちにルースと会う約束をし連絡先を渡したカイルは母にこう告げました。釣りでもハンティングでも連れて行ってあげますよ。それか射撃場でもいいですよ。いいやつかと思ってたのになんてこと言い出してんのよ。今安心してください。カイルもね、うん無神経に適当にね射的場がいいよって言ってたわけじゃないんですよ。どういうこと？実はカイルがこれほどね支援活動に熱心だったのは本人も PTSD の被害者だったんですよ。カイルは今までの経験上 PTSD に悩む退役軍人たちは射撃をすることで少しずつ心を開きいろいろな話をし始める傾向があるということを知っていたんです。そのためカイルは友人であるチャド・リトルフィードに声をかけルースの3人で射撃場に行くことに。3人は2013年2月2日待ち合わせて射撃場に向かいます。道中も全く心を開こうとしないルース。そしてついにその時がやってきたんです。射撃場に着いたルースは2人に向かって発砲したんです。ルース、いくらなんでも突然すぎるじゃん。実はねルース自分の拳銃を持ってきてね至近距離から発砲したんです。本当の加害者。カイルは背中と脇腹に5発、頭に1発当たって死亡。リトルフィードもルースに撃たれて死亡しています。その後、ルースがカイルの車で逃亡したんですが、最終的には逮捕。逮捕されたルースからはドラッグとアルコールが検出されました。カイルたちに会う前にマリファナとウイスキーを摂取していたようなんです。カイルたちは出会った時からルースがおかしいことに気がついていました。こいつ完全に狂ってるとメッセージで話していた記録が残っています。精力的に活動していたカイルの死は多くのメディアによって報じられました。法廷では責任能力の有無が問われたんですが、判決は有罪。ルースは仮釈放なしの終身刑が言い渡されました。しかし2週間にも及ぶ裁判の中で反省の言葉は述べつつ、最後まで明かされなかったのが2人を突然射殺したその理由なんです。ルースが事件を起こしたのは退役した約半年後、イラクへの派遣からは6年後なんです。そしてルースは事件を起こす前にマリファナとウイスキーを摂取しています。ルースがこれらを必要としていたのは PTSD で蘇る恐怖を忘れるため。退役後のルースは誰かを攻撃することはなく、むしろ何気ない音に過敏に反応し、家族の安否を確認したりみんなを守ろうとする言動をとっていたというんです。そんなルースがなぜ初対面のカイルとリトルフィードを射殺したのか。ルースの父親はルースがイラクからかけてきた電話が忘れられないと言います。もし僕が子供を殺したら父さんはどう思う？イラクで銃を発砲している子供を見た直後、ルースは動揺したままの状態で父親に電話をし、そう問いかけていたそうなんです。自国を守りたいと願い憧れ入った軍隊。目の前で捕虜に非人道的振る舞いをし、幼い子供を殺さなくてはいけないかもしれない現在の立場。ルースが PTSD を発症するほど追い込まれてしまったのは、敵にも思いやりを持つ優しさがあったからではないかと思うとやりきれません。テキサスの実家に戻ってからのルースはまだイラクにいるかのようでした。そんな状態で自我を保つのも厳しい状態でも家族の安否を気にかけ続けたルース。子供に銃を向けなきゃいけない恐怖から PTSD になり、そんな自分を助けようとしたカイルを銃で殺してしまったルース。なぜ彼がここまで追い詰められなくてはいけなかったのか。ある意味ルースも戦争という大きな不幸の被害者なのかもしれません。